はい、USB 有線フットスイッチとなっております。フットスイッチ。はい。こちらのフットスイッチにインパクトを割り振って検証してみるということをやっていきたいと思います。おお、いいかも。おお、本当に？皆さんこんにちは。ロート G リジェクトの時戸でございます。助手の小作です。今回は第18回目の格ゲー研究室となっております。格ゲー研究室とは格闘ゲームのプレイ向上のために様々なことを科学的に厳密にね、検証する企画となっております。はい。で、今回なんですけれども、気になるアイテムが発売されましたので、そちらを格闘ゲームに応用できないかということを、試してみたいと思います。はい。こちらでございます。出た！こちら、サンワサプライさんの USB 有線フットスイッチとなっております。フットスイッチ。はい。こちら今年の3月に発売されたばかりの新商品。もう発売はされてるんですか？発売されてます。なるほど、なるほど。なのですが、フットスイッチにキーボードや各種、ショートカットなんかをね、割り当てることが可能で、パソコンの作業効率を上げるというのが、主な目的で、出された商品なのではないかなとなっております。でですね、フットスイッチと言いますと、格ゲー研究室の第2回でですね、自作フットペダルで、ターンパンチを貯めようというバイソン。フットペダル搭載をしたコントローラーでございます。で、足でどうにかして操作できないものかと思いまして、こちらのフットペダル。コルグ PS1 ペダルスイッチです。で、技術者さんに頼んで、魔改造を行っていただいたわけです。遅えな。なんか全然抜けれねえな。貯めてるんだか貯めてないのかよくわからない。結構練習しても、こんな感じで、これ実践化できなかったんですよ。そういうね、動画をやらせていただいたことがありまして。ありましたね。それにね、近い商品が、発売されたと。なるほど。こちら側としてはそういう認識で。で、当時は、スト5っていうこともあったし、単パで、話すのが結局難しいよねっていう結論で終わってしまったんですが、ゲームも新しくなったし、こちらを使って、スト6、ちょっと試してみようというのが、今回の動画の、趣旨でございます。いや、これはちょっと楽しみだな。こんぐらいなんだろう。足で踏んだ時どんな感じになるかちょっと気になる。カメラ映んないですか？その2人の間のとこ置いて。マジですか？ちょっとやってみていいですか？これどこで確かにそのアクチュエーションポイントがどこなのかが結構気になるっすね。押し込む必要があるのか。どこがこれやっぱ最後までいかないとあれなんですかね。押したことにならないですかね。これやっぱ途中でカチャってなるね。なりますね。鳴ってますね。完全に。じゃあその段階なのか。ほら、カチャって読む。そこだわ。クリッキー音しますから。そこ、あった、ここだ。結構深めだね。でも確かにちょっと深いか？ただ足っていうのは人間の中でもパワーあるから。勢いは足の方があるから、そこら辺は、カバーしているんじゃないのかな。なるほど。こっちの方が、踏み込みが浅い気がします。もっと深かったです。今回の方がより実践的なのかなと、格闘ゲームには合う性能なのかなとは思いますね。そもそもこのフットスイッチで何をどのボタンに設定するのかという議論があるかとは思うんですが、スト6といえばやはりインパクトに始まり、インパクトに終わるということで、そんな今回はこちらのフットスイッチにインパクトを割り振って、検証してみるということをやっていきたいと思います。で、前回のね、フットペダルでの、スバイブの時にやったやつは、専用の改造によってコントローラーとして認識させることが可能というか、そうしていただいたんですが、ボタンの一つというか。なるほど、なるほど。で、今回はひとまず無改造で、やっていきたいと思います。なるほど。これは CPT
では多分使えないのかな。だから実際にこれを本当どうしても使いたいってなったら、やっぱそれ専用の基板のその改造みたいなのが必要。まあそういう接続のそうルールに合ったまあ形でやっていただくと。まあただ不可能ではなさそうぐらいの。そうですね。はい、それではドライブインパクトを実際にフットスイッチに設定して実際に試してみたいと思います。何も意識してません。意識してなかったな。普通に返すのも難しいんじゃないですか。おお。いいかも。おお、本当に？本当に？でも結構かなりとっさに帰ったな。いや、足という違うところに意識というかこれを完全に分離できてるのはやっぱり。なるほどね。もう赤くなったら体が反応するという。いいと思います。あとね、足を浮かせとかないといけない。ああ、なるほど、そうだな、確かに。若干押しちゃっててもいいのかも。そうですね、半押しの技術があった方が。おお、意外にいいんじゃないですか。意外にいいかも。ちょっとやってみる。フットペダル活用してあげて。全然うまい。よく一発目返せましたね、これ。なんかあれだな、でっかい大会でこれ持っていって返したりしたらいろいろ言われそうだな。確かに一石うわこれ俺全然無理っすわ。手のひらボタンは使ったんでしたっけ？手のひらボタンは使ってたよ。そっかそっか。無理だすげえ。はい、これはでもマジで個人差あります。結構いいんじゃないかなって思いました。いやマジで動かなかった。っていうのは、はい、まず僕のこのボタン配置的に、一個思ったのは、インパクト専用の指っていうのはないんですよ。あ、そっか。インパクトに常に添えている、そこだけを押せばいいっていう指はないので、それを、右足という全く変わったところで分離できるのは、一個メリットあるかなと。これちょっと恥ずかしい話なんですけど、普段マジで自由にやってるというか、あぐらかいたりしてやってるんですよ。椅子の上で。だからさ、足を地面にちゃんとつけてやるっていう習慣がちょっとなさすぎるのかなと思いました。なるほど。はい。確かに。そう、やって感じたのが、これをフルに浮かした状態で、プレイすると、ちょっと足に余計な力が入っちゃうな。そうですね。なんかね。足に、まあ、普通に足をこうやって、ポンって、置くと、ちょっと押し込んじゃうんですけど、ペダルを。ただそのぐらいの押し込みだったら、ボタン反応してないんで、まあ、そのぐらいの感覚で入って、で、試合中に、いざインパクトした時にグッと押し込む。っていう感覚でやると、まあいいのかな。じゃあ、ちょっと実際に我々2人が対戦してみるという。いや、もうね、こんなこと言うの本当あれですけどね。時戸さんが3回に2回返してるの初めて見ましたからね。ああ、大丈夫です。自分はインパクト打つんで。一先でね。ごめんね、ちょっとインパクト打つ間もなく。しょっちゃったら。しょっちゃったらごめん。しょっちゃったら。実際だときついね。はい。ああ、これしょられちゃってもごめんな。そうですね。しょってもしょられても。しょってもしょられても。
ちょっとゲイじゃないよ。ゲイじゃないよ。ちょっと待って。いやいや専用のその浅いやつとかを作れればもっと全然実用性があるのかなっていう気は。分かるんじゃないですか。一応分かると思います。4フレ。4フレ。確かにそうっすね。もうちょっとストローク短くいけると。どんな塩梅でやっていいのかそれはよく分かんなかったです。これもただこれは返せないですよね。確定実質。押してる。でも今の間に合ってますよね。つまりその中足が間に合ってさえいれば。まあそうだね。理想は試合で勝ちつつインパクトも返すだったんだけど両方ダメっていう。いやそう端に行くのが早すぎて気まずかった。これきつかったわ。これはきつそうだったら中盤からインパクトはなかなか来ないですからね。ゼロ。5フレ。ケイト返してこのインパクト普通に投げる。別にこれね、僕が見せたささやかな抵抗のつもりだったんですよ。そうっすよね。このインパクトしれっと普通に投げられてそれもダメなんだ。かなり完成度はかなり高いこの試合の。まあだからこういうのって、すぐできるようになるもんじゃないんだよね。それはそう、それはそう。やっぱ1日目でねできることではないし、改良の余地ももちろんインパクト用って意味ではまだまだありますよ、当然。でもまあ試してみる価値は多分あると思います。確かに。いや大会で足で返してるプレイヤーいたらめちゃくちゃ面白いですけどね。なんかそういう映え的な意味でも現れてほしいという気持ちありますよね。フットペダル論争みたいに多分なるんで今後どういうルールでそういうことずるじゃないか。ちょっとあれずるくね。そこまでいったら夢ありますけどね。まあちょっと今回インパクトでまあ示せなかったわけですけれどもまあ他のボタンに設定することで他のボタン投げかジャンプとかレバーレスだとだからなんか一つの指に任せすぎる問題とかあるじゃないですか。たくさんね。そうたくさんの負担がある問題とかあるから。1個の指で3つのボタンを対応しないといけませんとかをこっちに割り振って指への負担を減らすとかはそうですね考えられますわな。まああとは普通に自分動画編集とかで使いたいです。まあでも格ゲー厳密に言うと格ゲー周りっていうのとはちょっと外れるんだけどディスコのミュート。なるほど。SFL の試合中は確かにちょっとその自分の試合に集中させてくださいっていうのでラウンド間とかにミュートを切って聞いてでまた試合になったらミュートにするっていうスピーカーミュートにするっていうのはそれめっちゃいいな。で今までね僕はショートカットキーのキーボードの9番に設定したんだけどそうでもそれ絶対足でやった方がいいですよね。足でやった方がそうだね。手はもうこっちでそうですね動かすことなく。この前間違えてさスピーカーミュートとミュートをし間違えてもう最悪なんだわその場合。こっちの声ミュートだからちょっとみんな黙って聞こえちゃってるからっていう声はみんなに届かないの。でもみんなのガヤは聞こえてくるわけだ。しかも向こうは聞いてないと思ってやってるってことですよね。そうですよね。こいつさーみたいな声が聞こえてくるっていう。3つついてる。確かにそうこのフットスイッチは3つですね。ファンクションボタンどう？トレモか。トレモはいいっすね。僕らはそのボタンを増設するとかは
やっちゃうけど、だそこまで、どうやればいいかわかんないよとか。そっか。いう人は、こっちを購入して足でファンクションをつけたりだとか。確かに。8ボタンの人ってファンクション普通に困りますからね。結構。そうだよね。ファンクションボタンをどこに設定するかって。ちょっと遠いところに設定しなきゃいけなかったりとかあるので。以上、格ゲー研究室でした。今後もね、格ゲーで有効活用できそうなグッズがあったら試してみたいと思いますので、何かアイディアや情報提供がありましたら、コメントの方でよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。また